お腹いっぱいもう食えないです。そうですね。はい。いや多すぎますわ。
屋さん使ってるとこ多いんちゃいますか。
焼き飯麻婆麺お願いします。出してくれる。お願いしよ
何を今日は頼まれたんですか？今日は辰巳丼セット、ラーメンセットの辰巳丼セットで、はい、ニラがすごく多くて、はい、卵とピリ辛の加減がすごいマッチしてる丼だと思います。すごい濃厚で美味しかったです。はい。焼き飯、皿うどん、スタミナ丼にお願いします。多いかな思いながらもちょっと一回頼んでみようっていかがですか？いやもう圧倒されましたもう大きい皿わー入ってたらそうやったなーと思って今日頼んだけどよくさえした。はいもう食べきられへんかったんですか？はい、はい、もうこんだけお持ち帰りあ、お持ち帰りされる。持って帰って、はい。ありがとうございます。定食になります。失礼します。いやまあまあ食べきれる人もいれば。すごい。あれ何を頼まれたんですか？あれ A 定食のご飯をああ、もうさすがにお腹いっぱいもう食えないです。そうですね、はい、もうどれぐらい前から来られてるんですか？ 10年ぐらいだ。そんなにしょっちゅうも来ないですけど、たまにおすすめの何かその10年間言われてるんでおすすめの定食がほとんどメインやからあれやけど、何食っても美味しいんじゃないですか。ああ、何かお好きなメニューとかってございますか？焼き飯かな。焼き飯なんですけど、普通の頼むと大きすぎるんでそこはちょっとセーブしながらいつもは出前で定食
をよく頼んでも A 定食とかを頼んでまあす。いや多すぎますわご飯とかは1個で十分なんで、1個は家なんでもう残して翌日とかに食べてます。あとてもボリュームもあって味付けも良くてはい気に入ってます。食べきれないお客さん結構持ち帰りになるケース多いんじゃないですか。そうですね、結構多いです持って帰る人もいはるし、でも今まで最高は B 定食の、ご飯大盛りを2つ食べた人が一番悪いから、僕の中で最高の人です。うちのお店の名前の由来、辰巳園っていう名前なんですけど、辰巳っていうのがうちのお父さんの名前です。はい、でお父さんちょっと僕が25ぐらいに亡くなったんですけど、それまでちょっと自分で店やりたい言ってたから、せめて名前だけでもっていう感じで今の辰巳園っていうのにしました。お弁当お持ち帰りです。はい。剣みたいな形の。おはようございます。
僕が高校卒業して和食で4年5年修行して、はいでイタリアンに行って、で鉄板焼き屋さん行って帰ってきてるっていう感じなんで、まあ最初のベースはすごい和食の厳しいところにいてたんで、親父にはもう早くやめ、結構最初の頃は反対されてました。ありがとうございます。ありがとうございます。飲食食べに来てくれるお客さんがだいぶもう3分の14分の1ぐらいになっちゃったんで、もうテイクアウトに次力入れて自分らでもポスティングしたりとかできることをね、お持ち帰り宣伝みたいなのすごいしていって、はい特別ランチ2つと、はいはい、ありがとうございます。どうも失礼します。デミグラスソースもそのまま作ってすぐ出すよりやっぱり1日寝かした方が美味しくなります。味がちょっとまとまるというマイルド。あそこのちゃんと弱くていこう。なんか言うたら夜が取れてなかったんで。おはようございます。はい、おはようございます。
さん、これはカニクリームコロッケです。一回注文された方はほぼほぼもう一回頼んでくれます。小麦。そうです。小麦粉からバター入れて、小麦粉入れて、塩コショウホワイトルーを作って、でオーブンの中で入れまして、で粉臭さを飛ばして、それから牛乳とバターと伸ばしていきます。であと味付け、ブランデーとかね、チーズとか塩コショウで、あとカニですね、カニの身を入れたりとで固めてバットに流して冷ましてから型に取ります。2時間はかかります最低。はい、とこ全部持っていかれた。ほんまとこ全部持っていくやん。大丈夫ですよ。11時半で2名さんですね。はい、わかりました。はい、お願いします。特別ランチです。失礼しました。
はい、いただきます。お、美味しいよ。まあ、有名だから。だから早めに温度満員になるよ。だから11時。なるほど。お味いかがですか？あ、めっちゃ美味しいです。なんか前あれやんな、お弁当で食べたことはあるんですけど、すごい美味しくて、やっぱり生で食べたら全然違うなっていうか、炊きたては違う。これもいってええか。お弁当お持ち帰りです。はい、はい。はい、プラン上がります。お待たせしました。ご飯少なめに。少なめで、はい。美味しかった。エビフライが特に好きやから。まさかこんな大きいと思えへん。びっくり。スペシャルランチになります。特別ランチです。面白い。今日皆さんカレーで。ありがとうございます。気に入っていただいて。カウンターで食べてる時に、なんかご飯だけがお腹いっぱいでちょっと進まなかったんですよ。そしたらカレーのルーをパッてかけてくれたんですよ。もうすごい感動してカウンターでね、ですって食べれて、で今度カレー食べに来てねって声かけてもらって、で
なんか来たりするんですね、カレー予約して。カレーが美味しくてファン、スタッフの人のファンで。テキパキするしね。なんかあれですか、なんか食べるものとか変わらない。お待たせしました。2日ぐらい、丸2日ぐらいカレー仕込むのにちょっとかかっちゃうので、1日10食限定で出させてもらってます。はい、特別ランチ。順番間違えないようにして。はい。何個書いとったすごい。うまい。おいしい。平が。お持ち帰りの。はい。はい、ランチャーあります。はい。味噌3杯。はい。はい、ナイス。
小松さん。はいよです。スープ OK です。はい。エスランオール3。はい。コースのセットも OK です。はいよ。これ。はい、ともら。はい、スペシャルランチ。ごめんなさい、今日もランチ。ご飯普通です美味しかったです。初めての大人のハンバーグ。ハンバーグ喜んで食べてました美味しかった。パンパンやな。パンパン。はい、ありました。はいよ。食べる？ありがとうございます。どうも。
まあ、冬もお店のね、サーモンとかとかね、もう OK です。これしてくれたら、お茶も嬉しいでしょ。そうですね。いえいえ、全然大丈夫です。ゴミをなるべく傷つけないように精米してるんですね。高温の劣化時間を延ばせたりとか、表面がつるっとしてるので、食感をずっと保てる。矢野さんにおろされてるお米の、はい、特徴とかあるんですか？やっぱり矢野さんは養殖とのことで、やっぱりご飯かなり出ると。で、やっぱりこうエビフライだったりハンバーグっていうのを引き立てるような甘みがあるけども、しっかりとした食感。でも硬くなく、喉越しがいいようなイメージでブレンドしてます。いつ頃からこちらのお店に来られたんですか7年ぐらい前になります。で、親父が、15年前ぐらいに脳梗塞して、で、急に倒れちゃったんで、もうそれでもう南の方で飲食店店長でやってたんですけど、そこから急にちょっと実家の方がちょっと親父もいないので回らないと、お店の方が回らないので、ちょっと帰ってきてくれへんかっていうのを、親父からじゃなくてお母さんとか妹から帰ってきたってくれへんか。親父はそういうのあまり言わないんで、周りからちょっと帰ってきてくれへんかって言われて、で今に至るっていう形です。もうこれここは慣れたけど、自分もそうやったやろ。のお店全然来ないとかね。だったら。は
ハンバーガーにはこれをクラン1とエスカレー1なんです。はい、口が上がってるよ。ベビーは出てきます。ご飯はどうしようか、あとか、さっき聞いてあげて。はいよ。はい。はい、7番さんとこらん。はい、OK です。いらっしゃいませ。何名様ですか。初めてうまいこと言ったな。ほんまよ。いらんわよね。そうです。このお店のいいところってどんなところですか？いいところは、マスターが40年間作ってたので、そのつながりがあるところですかね、いっぱい。でもチーフとマスターがよく喧嘩してますそれは面白いですね。いつ頃からここで働いてらっしゃるんですか？去年の今頃の10月11月ぐらいからバイトし始めて、で、両親がここ近く家なんで、両親がすごい僕が小さい時からこの店でご飯食べていたんで、バイトする時に相談したらここでやってみたらどうっていうのを誘いを受けてやってみました。はい。はいよ。ちょっと洋食食べたいなって思って、オムライス食べたいな、エビフライ食べたいなって思ったら、もうここしかないんです。もうありがたいお店ですよ。もう八尾の洋食屋を支えていると言って間違いないです。いや、今の切れるから大丈夫。綺麗に切れるから大丈夫。そういうことです。カツカレーは？はい。
ます。はい、お願いします。お疲れ様です。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様。また来週頼むで。はい。じゃあマスターも帰ります。はい、お疲れ様です。足元気をつけて。お疲れさん。足ゆっくりね。いきます。お疲れ様です。40年間必ず毎日来てくれる人。はい、痛い。最高級のアロマバランスでピュアとナチュラルなプロの専門性を持った人たちが流出しているので海外に逃げて朝はいつもおじいさんがそうそうそう、俺がご飯ととこまで味噌汁と一品って今日の一品定食の一品作って、それであとはもうそこにバトンタッチ。お店はもう結構長いんですか？40年。今年で今日で40年やね。今日で、今日が40年目でセールをするんやけれど、土曜日、日曜日、月曜日と3日間一応セールしてきて、で今日が最後のセールなんですよ。で最後に今日定食もんはオール半額でやろうと思ってるんですよ。40年間面倒見てもうたから、じゃあ今度は返そうかいうことで今日やるようになったんやけど、息子の兄とね、俺はもう働くだけやから。40年前は喫茶店をやったよ、ここで。でだんだんこれ食べ物商売の方がいいんじゃないかって言って、嫁さんと2人でとんかつ屋さんをやった。うちしかなかったもんね、1軒しか。家自体が。でそんなところでよう商売するわって言うとってみんなにバカにされてやったけど、まあよかったな。40年続いちゃうっていう、ね、そう。さつまいもですか？今日はね、さつまいもとね、ちくわを炊こうと思って。パラパラ感がな。
40年間ほんまにあれやんな、常連さんがようついてくれて、もう毎日同じ人っていう人も1人おるからな、40年間必ず毎日来てくれる人。嬉しいですね。そうすごいよ。枝豆を入れて、俺は27で嫁さんと一緒になって、で27でもうすぐに商売した2人で、それからだから子供ができた時は子供を連れて店に来て、ほんでこう赤ちゃん寝かせるな、あんなを店の中に放り込んでなやってたな、そういや。あとはキャベツ。キャベツ。口ヒレカツよ。普通のソース以外の味付けの分なんですよ。大食いの店で通ってるみたいで。カツ別で持ってきてっていう人結構多いわざわざカツを分けて、でそのカツはお箸で食べるんですよ。まあお客さんやから好きなようにどうぞと。じゃあ大丈夫です。むしろ隠してるようなやつの方が怖いよね。壊れてないんですよ、高いから。だけど今日はもうエビも全部半額にしたからいっぱい来るかなと思って、いつもより多く
まあ忙しかったら夜までやったら3回しなきゃいかんねんけど、今日はどうなるか。これが今日出す分のメガわらじです。もうちょっと今用意してたんですけど、これを今から追熟してどうせ来てくださるならもう大きいやつにしようかなと。はい、完成です。他の大学に進学してもらう中国ではまだ来ない感じだからさっきあれよしお店を真剣にこう、継がれようと思ったって何かきっかけがあったんですか？さあ、もう昔から言われてましたからね、継ぐんやでって。だからまあ別にもう何も考えずにはいはいって感じで。一つだけです。もうすぐ夏休み終わりますね。これまだ上がってないね。もうちょっと。はい。追加で焼肉定食は。はーい、ご飯しょ。しょ。はいよ、唐揚げと。
ますんで。ファイヤーやな。エビとカツ定食。エビとカツ定食。焼肉定食。焼肉定食。はい。おおきに。よし。はい。いや。え？はい、焼肉、エビとカツのとこ。味噌汁ができてる。はい、どっちもだーい。はい、頑張って。これでエビとカツ定食ご飯代です。はい、すみません。これで焼肉定食ご飯代です。はい、ごめんなさい。はい、よいしょ。これ極小ですか。焼肉ばっかり。よいしょ。はい。何名様でしょう。お一人様、お2階かカウンターお好きなところどうぞ。わーい、わーい。え？はい、そのまま。アラジ。
物するわ今度は。まだ時間定食です。はい、岸です。何名様ですか、今。あ、オーダーでまだ。初回しはヒレカツ。そうです。うちの場合。はいはい。あ、通ります。じゃあはちみつさんが15年前に来たってこと。昨日久しぶりに来たみたいです。昨日はまた別のものを頼まれたんですか。いや、僕これ頼んで。僕は別のまた別の、はい。これが気に入ったから。めっちゃ気に入ったの。これめちゃめちゃうまい。今までのかきの料理めっちゃうまいな。そうなんですか。ちゃうか。これヒレカツがうまいよ。ヒレカツもうまいし、かつまぶしの発想なんですか。よいしょ、できてます。じゃあ、よいしょ。ちょっとでかすぎる。もうちょっといけるな。何が？これを。
はい、大きいチェック。はい、ありがとうございます。300円返しです。どうもです。ありがとうございます。はい、すいません。いけます。肉マシマシの野菜。ナース。全油と炊いたチャーシューの油だったり。木屋さんと取り切れないよね。はい、はい。なんか筋っぽいとこあったり、ちょっと小骨が残ってたりとかたまにするんですよ。それをカットして。こういうところですね。赤身なんですけど、まあちょっと硬いんですよね、ここ。こういうところはこんな感じで削ぎ落としますね。ちょっと硬い部分はもう削いで。タレをかけるんで、やっぱりお肉自体にそこまで味をこう染み込ませないっていうのがまあ一つこだわりですね。ラーメン屋さんとかやったらお湯から作ると炊くと思うんですけど、お湯で炊いてタレ漬け込んで
でそれをラーメンにのせるって感じなんですけど、タレをかけて食べる分そこまでこう味を染み込ませないっていうために短時間で味をキュッと入れるために醤油から炊いてます、うちは。はい、こういう野菜ですね。こうニンニクをトマトソースですね。9月の限定のこれをまあ湯煎するっていう出てくるはるんですけど、こうやったら美味しいんですか？これ4升です。お米今手に入りにくいですか？お米、そうですね、まあうちは業者の方にもう確保してもらってるんですよ。これも前日にちょっと鶏ガラスープ取ってあるんですよ。鶏ガラスープ取ってあるので。鶏ガラスープのかきたまスープの卵沸いてるんで。入れます。これでとろみを軽くつけすぎたらじゃあ沸いてきました。沸いてきたら味を親指を添えるんですね。ちょっと強め、味濃いめにして
短時間で味を染み込ませために。多分ラーメン屋さんとかやったらつけて1日寝かせてで次の日出してとか多いと思うんですけど、ほんまにもう短時間でサクッとキュッと汁出して重しの代わりに器をねチャーシューをねこういう端っこはね薄く切ってね端っこチャーシューってフードロスの商品として売ってるんですよ。あとはねでもこう分厚く大きくお客さんには食べてほしいから端っこをね出すわけにはちょっと。来てもらって食べてもらったお客さんだけにしようかって言って 500g これ1000円やったらなかなか値打ちあると思うんですよ。そんなん言ったらしゃあない。すごい。ニンニクありますか？で提供するんですけど仕上げる。混ぜてな。混ぜてな。いきます。いきますよ。
手です。一発目だよ。はい、ありがとうござ少なめ。ニンニク醤油。はい。来年は決めたね。はい、お待たせしました。ご飯大盛り、ニンニク醤油です。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。お決まりでした。初めてなんですけど、とりあえずね、おすすめは一番干し印。
マシやな。すごい。肉マシマシの野菜。いきます。炙りホルモン。すみません、お待たせしました。炙りホルモン、ニンニク。明太子だからすぐおいしいですね。すみません。バターライス。はい。1名様ね、思ったより辛かったけど、おかげさんでご飯もビールも進んで美味しかった。米騒動でもあるけど、僕は野菜騒動でもありません。野菜を増せばよかったなと思って、美味しくいただきます。また来たいと思います。お店へは初めて来られたんですか？初めて。来てみていかがですか？うまい。米がうまい。米騒動の時に米騒動っていうな、実際米騒動やな。ね、タイミングがね、ダメだったわけじゃないですか。ほんまにパワーフードやな。俺こういうチャーシュー好きやねん。噛んだ瞬間肉汁ブワー出るの。夜勤揚げてめっちゃお腹空いてる状態でいけるから特に美味しく感じた。ニンニク醤油ですね。スエキソ。ありがとうございます。ね。よいしょ。4位トマト。はい。卵と大盛りです。
よいしょ。よし、やろうか。すいません、こちらご飯大盛りのニンニク醤油。はい。はい、お待たせしました。ニンニク醤油ね。はい、お待たせしました。はい、いらっしゃいませ。お待たせしました。どうぞ。初めてここに何で知られたんですか？通りがかり店の名前のインパクト。お味いかがですか？最高です。何をご注文されたんですか？ニンニク醤油です。大満足された。ご飯は並で十分でした。満足です。美味しかったです。次はまた違う味でチャレンジします。また来ます。大盛りのニンニク醤油ですね。はい、出します。
明太子高菜とおろしだね。はいどうぞ。ニンニク醤油とたっぷりおろしだれ。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。トマトマシールがご飯大盛り。あ、逆ですよね。ごめんなさい。はい、こっちニンニクちゃん。いや、小盛りでもすごいな。これ並盛り。並盛りとこちら大盛り。じゃニンニクチャイですね。ありがとうございます。ニンニク醤油、チャーシュー、炙りホルモン2つ、肉増し、野菜増し。まあ、ごめん。いらっしゃいませ。
肉マシマシ、野菜マシマシ、目玉焼きトッピングのマシマシ。はい、ありがとうございます。食べたかった。味変わってから食べてない。これが定食のメインになるもんな。間違いない。なんかおまけみたいなノリで出してきたけど。ご飯も最後に。あ、そう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いい感じやと思うんで。うん、ありがとう。また。トマト俺も好きやから。味が出てくる。ごちそうさまでした。美味しかったです。大満足。好きやわ、米粉。もう米粉好き。ありがとう。飽きんといてな。全然飽きへん。定食屋さん。ほんまにめちゃもうティーうまいのに焼き肉うまい。大体こうなんか油が固まって、はい、最終的にコンロ焼かなあかんってなって、はいはい、焼いてるとこはあるけど。マジでもうやだ。最高やな、そんなこと言われるのも。かいわれとか言う。かいわれに。お疲れ様でした。はい。いきますか。
は旨辛ナポリタンに、その入れるんですけど、青唐辛子です。
はいよ12のミートショーとナポナム。
米分は3分。今日ご注文何されたんですか？あ、ミートソース食べました。ミートソースです。はい。本当になんかトマトの味が引き立って美味しい感じです。よかったです。ありがとう。ありがとう。すみません、お待たせしました。ミートメガネ合同セットですね。
兄貴と、番長と成人という2人でやってるんですけど、それが麺の量が結構大幅に上がるんで、麺の量だけで今作ってるのが兄貴なんですけど 900g、 具材とかソースとかが乗ってくるんでもうちょい重たくなるチャレンジメニューっていうくくりでやってて、たまに女性の方とかでも食べたりとかするんで、ちょっとこっちは驚くんですけど前から失礼します。ナポリタンの兄貴盛りですね。お熱いのでお気をつけください。こちらがナポリタンのナムですね。お待たせいたしました。ナポリタン並盛りですね。3つ使わんと作りきれない。はい、すいません。前から失礼しますね。ナポリタンの成人盛りですね。はい、どうぞ。
これが今の期間限定のボンゴレバジリコです。よろしければ発見ボタンを。トッピング乗っけていきます。はい、いらっしゃいませ。取り消しました。こんな感じで次々と出来上がってきます。両手振りめっちゃかっこいい。はい、いらっしゃいませ。いただいよう何分ぐらいのそのだけお待ちくださいね。美味しいものを腹いっぱい食べてもらいたいっていうのがあって、うまいっていう笑顔が見れれば嬉しいなっていうところですかね。じゃあ美味しいです。美味しいですか。うまいしか出てこない。この辺りの麺であったり、もやしであったりが朝の段階でもう配達されてる。そうです、はい、それを直すとこから始まりますね。
やしすごい量ですね。もやしははいもうすごい量。もやしばっかり直してますよ毎回。もやしだけで1日何キロぐらい使うんですかね。これが何キロあんねやろ。あ、4キロやからちゃうな。20キロ 4×15 やから。4×15。はい。なんだろう65キロになるんですかね。70キロとかそのぐらいですね。野菜マシマシで何キロ入るんですか。マシマシで600グラムですね。600グラム。麺が、普通大体200なんで、はい合わせて800でスープ入れたら1キロぐらいになりますね。マシマシにすると。スープですね。スープ。はい、冷やし込まれたやつを。こういう感じでプリンみたいな生身でもう弱火からスタートしてゆっくり溶かす感じ。それでこうオープンがなるときにはちょうど。そうです大体見計らって火加減調整してチャーシューの煮汁になるんですね。煮汁で作るんですね。でレードルでいっぱいいっぱい入れていく感じですね。これもスープ工場で多分作ってると思います。最終的にこういう形になるんですけど、これでいっぱいいっぱいラーメンにのせていく形ですね。これがこうなる感じですね。の作業としては、明日抜くためのスープを今日作っていくっていう作業ですね。対してですね、ラーメンのタレと、背脂とお肉を、味付けして袋詰めして、出荷できるんです。締め切りはその6時間以上かけてますね。今の日の3時頃にもうつけてるんで、まあ14時間ほどになります。
まにしておくと傷みやすくなるので、外側の冷たいやつと中側の熱いやつを攪拌していく。じゃあ一気に冷めていく。なるほど。この状態でもう抜いていきます。で2時間でできるんですけど、今日は少し早いです。もう状態を見ながらっていう感じです。今煮汁を切ってる状態になりますね。氷水で、なるべく早めに締めるような感じにはしてます。美味しくない。美味しくない。作業でやると高さも分かるのでいいかな。30分ぐらい置いて。林はチャーシューを煮込んだタレを使ってるっていうのは。そうです。まあ生の醤油に、お肉をつけることによって肉の旨味が入るので、それを、要は返しとして使ってます。
これが今25分経ったんです。今日何個ぐらい腕入ってるんですか？腕はね、今日は23ですね。見つけるのがね、大変なんですよね。よいしょ。端の方はやっぱちょっと硬い、葉っぱの方はちょっと柔らかいんで、上の方と下の方ですね、混ざるように洗っていきます。1日使うもんは朝やる感じですね。だから次の日は多分持ち越してないと思うんで。この2袋分ぐらいもう。そうですね、大体。朝やったら余裕なくなる感じです。ちょっと粗めの。粗めの方で、はい。細かすぎるとなんかあかんみたいです。風味が。チャーシュー丼とガリマヨ丼っていうのとあとライスですよ。ライスがよく出ますね。ライスとラーメンと卵っていう人が結構多いです。生卵っていうのチャーシュー。チャーシュー。はい。狭山工場、スープ作ってる工場で作ってもらってるチャーシューですね。
風味が上がるみたいですね。
味の種類は2種類あるんですか？味噌と醤油ですね。はい。豚骨醤油と味噌とどっちが人気なんですか？醤油ですかね。出るのは。はい。もやしとかキャベツとかも一回ここで湯がくんです。そうですね。これを湯がいて、でこうのして盛り付ける感じですね。テント泊してね、本当にそこでしか外してないテント。ラーメン並みのお客様をお待たせしました。こちらラーメン並みですね。ラーメン並みです。失礼します。後ろからつけ麺になります。ゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。いらっしゃいませ。お味どうですか？美味しいです。はい。めっちゃ美味しい。お店はよく来るんですか？初めてです。初めて来られたんですか？はい。もともとお店があるのは知ってたんですか？そうですね。最近どうですか？お味。美味しいですね。美味しいです。系を買う時点でも野菜増しとか油とかも選べるから。そうですね。お客さんもゆっくり考えてもらえるように。そうですよね。気に入ったらもう焦って言わなあかんからね。
はい味噌上がったよ。3ぐらいにしよう。いいでしょう。上からいいですか。いいやって。はい、おきに。お二人ともよく来られるんですか？いや、今日初めて。あ、初めて来られたんですね。なんか二郎系って来てみたかったんですけど、なんかねいろいろ言わないといけないんですところが多いじゃないですか。なんかここは券売機でできるって聞いたんで、ちょっと来れるかなと思って。これ実際食べてみてお味どうですか？めっちゃ美味しいです。やっぱり大にしてよかったと思います。食べきれそうです。この人が全部食べてくれるんで残して。2番目。これ美味しい。前から行こう。はい。行くよ。名前はそうさんの家やから。書いてあるノーマル。はい。いいね。ありがとうございました。ちっちゃいのないの？これちっちゃい野菜少ないのにしないと。野菜が勝負が欲しいね。野菜が。はい。こちらラーメン小です。見て。いいよ、お願いします。はい、そうね、ラーメン並みの。お店よく来られてるんですか？僕は毎週来ますね。なんか彼女は初めてです。あ、初めてですか？初めて食べてみてお味どうですか？めっちゃ美味しいです。美味しいですか？やっぱり通う理由とかあるんですか？美味しいっていうのももちろんありますし、なんかニンニクこんな一気に食うことってないじゃないですか。それがやっぱストレス解消につながる。いつもご注文されるのってその男塾ラーメンなんですか？そうですね、塾長ラーメンしか頼んだことないですね。混ぜて、全部食べきったんですね。あ、食べました。余裕です。余裕ですか？余裕ではないです。お
イもウーバーも同時にさばかないといけないから。そうですね。フライドオニオンされますか？お願いします。量多めで。多めで、マシで、マシで。両方とも白あり。はい。でありって書いてください。マシマシか。です。はい、ラストでどうぞ。すいません。あれ、今日次もう一回いけるんですか。はい。はい、ご用意の。はい、そうなんですか。南で11番で。わかりました。お待たせいたしました。一番人気は何になるんですかね。菊町ラーメン南ですね。あれが一番よく出ます。汁なし熟。はい、大変お願いします。
はいいらっしゃいね。吉田さん。吉田さん。ラーメン並辛味噌ラーメン小汁なしラーメン小です。はいよー。辛味噌かけてな。何からかな。汁なしラーメ普通にめっちゃうまい。辛い系どうなんですか？辛い系はうまいっすねうまいしか出てこない。もともと二郎系はめっちゃ好きなんでけどなんかもやしのキャベツも結構多めでめっちゃ美味しいです。野菜がもうシャキシャキしてるのがうまっ。一郎系あんまり食べたことないんですけど野菜が好きなんで、であっさりしたのと濃いので、はい、食べたら美味しいなと思って。お酢かけるのはオリジナルの食べ方ですか？はい、濃いのにあっさりしたのかけたら美味しいんで。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございました。